のフィーリング、フィードバック全て素晴らしいね。こういうブレーキ全部してほしいな。で、スバルのこういう高性能車のブレーキって本当にいいんですよね。旋回ブレーキの制御も素晴らしいしね。旋回中のブレーキって難しいんですよね。それはすごくうまく短く止めるっていうね。もう折り紙付きです。メルセデスとか BM どうしても、言っちゃうと、中間って感じかな、フィーリングが。メルセデスは結構ストロークあるんだけど、カチッとしてコントロールしやすいっていうね。で BM カチッとしてストロークが、浅いんで、コントロールはメルセデスの方が楽なんだけど、BM の方がそのストロークが短い分早く最大精度が出るんで、速く走るとかいうことを考えると、BM のブレーキの方が短くて鋭くグッと止まれるっていうね。でも普段乗り考えたらもうちょっとストロークあった方がいいかなとは思いますけどね。でこのスバルの SO はね、その中間ぐらいね。メルセデスよりがストロークが短いけども BM よりかストロークがあるというね。でも機器は全部素晴らしいっていうね。でこのパッドを掴んだ感じで全部フィードバックで足の裏に伝わってきますから、本当コントロールしやすいですね、こういうブレーキは。ミッションいきます。ミッションはね、これスバルの最も進んだCVT でね、スバルパフォーマンスミッションだったかな。これはね、確かにね、本当によくできてて、CVT 特有の振動のでかさもかなり抑えられてるし、CVT はちょっと振動が高いよね。トルクモートとか DC と比べると伝わってくる乾いた振動っていうかな、ミッションの振動がね、フィーリングがだからそういう乾いた感じがしますね。で今コンフォートだけど、CVT に嫌な感じがね全然ない。だから回転上がるんだけど、ほんとトルコモートっぽいよね。スポーツパルスだとね、ギアを一気にガッと落とした感じね。これで正解。速く走るためのスポーツパルスだからね。でマニュアル、スポーツパルスマニュアル。シュートスピードも速い。これならこの CVT なんだけど、もうマネルモードに意味があるね。CVT だからね、シフトダウンした時がやっぱりその変速ショックっていうものが皆無ね。それがCVT のメリットだけどね。今はね、トルクモートでも DCT でもエンジンとの統合制御なので、シフトダウンとかの変速ショックがもう本当に高モードで走ってるとね、皆無と言っていいぐらいだから、CVT のメリットって何かなと考えた時に、一つは安く作れる。これはメーカーとしては魅力的ですよね。ただドライバビリティを重視するユーザーからはデメリットですね。であとは渋滞で CVT だと滑らか、アクセルワークの荒い人でも滑らかに走れる、というメリットがあるかなと思います。でもう一つはね、渋滞とかね、トロトロ走る時の、燃費を出しやすいと、効率のいいところを使えるんでね、コンピューター制御でね。ぶっちゃけ言うとね、もう早くトルクモーとか DCT、とか AMG みたいにね、今マツダが同じ機構のやりましたけども、DCT とトルクモートのいいとこ取りみたいな機構とかね、ああいう方向に行ってほしいな、スバルはやっぱね。なんかこだわりのスバルみたいなね、職人気質の会社で俺大好きなんですよね。日本車のメーカーの中では一番好きかな、スバルが。俺はハンドリング行きます。これ今コンフォートのコンフォート。
精度が欲しいと思うのかな。まあ、せっかくこれだけパワーがあるね車だから、なおさらもう少しこう微小濁でもインフォメーションがしっかりあって、微小濁が効くようなもっと遊びの少ないね高精度の感じが伝わってくるようなパワーステにしてほしいな。でハンドリングはこの S プラスにするともうオンザレールなんだけど、オンザレールなんだけど、セリング切ってコーナーにこうインに向いてさーっと入っていく。でここ道荒れてます。吸い付くようなピタッとした感じはないね。まあ足硬いからねそんなにロールしないけど、まあ多少のロールを伴って車がスーッとインに入っていく。その時にピタッとこう安定してねスッと入ってほしいんですけど、まあ路面がいいとこだと問題ないんだけど、こう荒れてるとねこうやっぱちょっとこうねピッチングが出るんですよね。まあそれは大なり小なり必ず出るんだけど、フラットライドでも吸い付くようにスッとね行くっていう感覚が欲しいですね。で今のとこなんかでもレボーグのがねこうトルクベクテリングの効果がすごく出ててスワッとこう曲がりますよね。レボーグの方がコーナーの動き身のこなしはいいですよね。なんでかな、回数ドライバーが違うのかな。足はねこっちの方がレボーグの 2.5 よりも硬いと思うんですよね。車を真後ろから見るとね、まあこれまだ降りて後ろ全然チェックしてないんだけど、まあ BMW とかメルセデスとかね結構ねネガティブキャンバーになってて遠いになってるんですね後輪が。で日本車はねあんまりついてないんですよね。でその辺もだいぶ違うんですよね走りが。で、まあ、こういう車だからね理想とかこれもっとネガティブキャンバーした方がコーナーも安定して良くなるんですけどね。で今みたいなところがちょっと不安定、こうピタッとこうスッとこういかないんですよね。ちょっとコーナーちょっとこういう動きが出る。それこういう動きなしでスッとこう平行移動するような感覚が欲しいんですよね。まあ残念ながらそこまではいってない。こう路面が荒れてるとねこういう動きが出ますね。今言ったとこねグラグラっとしましたよね。あれねグラグラせずにスッといってほしいんですよね。路面がいいとねこういうのが出ないからいいね動きが。路面が悪いとやっぱりピッチングが出るから動き悪くなっちゃうな。最後のコーナーの進入でね、不安定な挙動を示すという原因ですが、ちょっと迷ってるところがあって、あえて、コメントしませんでした。でその検証のためにね、自分の愛車330の M スポーツで走ってで、分かりました。でその結論を言うとねじれ合成が少し足りないことが原因として一つあります。でもう一つは足回りをものすごく硬くしてね、まあ入力が大きくなってるから余計そういうところがね、顕著に出てくるんだけども、足回りのセッティング自体もね、まあ、スプリングも硬い、ショックアブソーバーの縮み側もものすごく硬くしてる。でそれに対して伸び側はちょっと柔らかくてバランスが取れてなくて、で荒れた路面に行くとこの傾向はねクロストレックも全く同じなんだけども、縮み側を硬くして伸び側をそれに対して相対的に柔らかくしすぎちゃってるから、縮んでリバウンドがね強い
で伸びた時に抑えが弱くて余計ピッチングが出ると。でそれに比べレボーグの方が足回りのセッティングは全然よくできてるんですよね。でちなみに私を迷わした原因がねレボーグで、レボーグの STI2.5 はねねじり合成は足りないとは思いませんでした。多少ねコーナーの侵入でもっと吸い付く感覚欲しいなっていうのは、コメントしましたが、不安定な挙動で気になるとこまでは、多少こう出てたけど、そんな気になるレベルじゃなかった、少し惜しいなっていう程度でね、ほんの少しだったんで、ねじり合成が余裕はないけども足りないってことはないというふうに思ってました。なのでこのワゴンボディのレボーグでそれですから、セダンボディの WRX S4 STI がねもっとリアのボディ合成が高くなるんで、そんなことはないはずだっていうのがすごく邪魔したんですね、結果的に。だけど検証した結果やっぱりねじり合成が足りない。これなんでそういうふうになったのかな。でもう一つはもしかしたらシャシーはねベース同じだからカイストライバー同じだと思うけども、これは足回りのセッティングした人はまず違うんじゃないかなと思いますね。なので同じもう 2.5 のねハイパーエンジンの AWD が欲しいという方は私はレボークの方をお勧めします。でショックアップソーバーいいもの使ってるようなして分かったんですけど、カタログ見たらやっぱレボークと同じ ZF 製使ってましたね。でコンフォートでね電制御なのになんであんなに硬いんだと。だからスプリングはもう変えられないけどもショックアップソーバーは電制御で変えれるんだから、コンフォートだとねもっとね縮み側を柔らかくしろよと。コンフォートノーマルスポーツプラス4段階もあるんだよ。だからコンフォートを柔らかくしてくださいよって言いたいね。この辺もちょっとクエスチョン。その辺が今後の課題ですね。で、今回ねちょっと新しいねテーマで2本ちょっと作りたいと思います。でこの車やがて地上というので窒素ガスのメリットというのを一つ入れてますけれども、ここにね一つは、ちょっと330とこの S4 STI スポーツの同じコーナーでの共同をね映像でちょっとお見せしたいと。どういうふうに違うのかっていうのをちょっと皆さんに見ていただきたいなと。でその時にサスペンションアライメントの良し悪しもねパッと見て誰でもこう見分ける方法があるんで、それもお伝えしたいなと思います。よかったら楽しみにして、ください。でもう一つはスバルってね僕の中じゃ特別なメーカーで、それはやっぱり戦前中島飛行機という日本最大の航空機メーカー、ものすごく優秀なエンジンを日本でナンバーワンの航空機のエンジンを作ってた、そういう会社なんでね、やっぱり特別な思いがあります。なので、日本の上司メーカーの中では私は一番好きな会社です。なので、スバルについてちょっと熱く語ってみたいなと思います。これはスバルに興味がある方とか、ぜひねスバリストの皆さんに見てもらえると嬉しいです。この2本を作りたいと思いますので、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。で私のこういう動画を上げてるね根底にはやっぱり、自分も若い時そうだったけども、自動車雑誌ってねいいことしか書かないんで、今だったら YouTube で個人がやってるけども、こうユーティリティとかね新しい技術とかはメーカーから人たちは仕事なんでフィードバック受けるからね詳しく当然話ができて、それは参考になるんですけどね、本当の良し悪しっていうところは、皆さん基本的には触れられない方が、ほとんどなんで、なんで自分がやる価値があるなと、僕は一切利権関係ないですから。なので、皆さんにね
本当にいい車を選んでもらいたい、買ってもらいたい、まあその役に立てば嬉しいなと、まあそれがまた日本の車好きを増やすことにもなるし、だからもっと車好きが増えてほしいなっていうのと、もっといい方向で日本の自動車メーカーがね、本当に世界一をあらゆる分野で取ってもらいたいという思いがあって、それで、まあ始めてるっていうのがあります。まあもう一つは当然ね、ちょっとでも収入増えたらいいなっていうのもあります。だけどまあ仕事の合間でやってるんで、まあなかなかモチベーションが上がらない時も多々あったりしますが、まあ地道にねコツコツやっていきたいと。でまあ一番のね悩みがね、いろんな車撮影できないんですよね。やっぱ基本的には過去買ってるとこぐらいしか撮らせてくれないんで、まあこれが悩みなんですね。かといって撮ってるとこも気遣うからね、やっぱ物買って持って行ったりとかねしなきゃやっぱり悪いなと思うし、だからまあこの辺がちょっと辛いところなんですが、まあある方がねレクサスちょっとインプレッションお願いしますということで、撮影ができないんでね、写真とコメントだけでもいいですかって言ったらそれで構いませんということをおっしゃっていただいたんで、まあ今後それもまあいろんな車でやってみたいなと。だからまあ短くなるけども写真とこの解説でね、まあ、なるべく分かりやすいようにちょっとやってみたいなと思いますので、よかったら見てください。皆さんの車選びのお役に立てれば幸いです。